お店は2023年の10月秋にオープンしました。冬眠という名前、変わった名前なんですけれども、本当に冬に眠るの冬眠で、お店では自家製でいろんな発酵させた食材だったりとか、塩漬けしたり、日本の伝統的な文化を踏襲しながら時間をかけて美味しくなるような食材と、日本全国から送っていただいている新鮮な食材をちょっと組み合わせて料理を作ってて、なので発酵させたり塩漬けさせたりみたいなものが冬眠して、ちょっとエネルギーを蓄えて、より美味しくなってくれるようなみたいな、そんな由来でこの店名となってます。まず、発酵させてっていうところで言うと、料理と組み合わせようと思った理由は、いくつかあって、やっぱりまずは和食でいう醤油や味噌みたいな調味料的なものをたくさん作ってるので、やっぱ大豆じゃなくてグリーンピースでお味噌作ったりとか、ヘーゼルナッツとかくるみとか、そういうのはもうこの世になかったりとかするじゃないですか。そういう特別な味のものがたくさん作れるっていうのが、一個やっぱりありますね。で、これがすごく色が黄色くて綺麗なんですけど、トウモロコシのジュース、ジューサーで絞るとちょっとサラッとした液体になるんで、それに塩と麹を加えて作ってるトウモロコシ醤油ですね。こんな料理作ろうかなと思って実はつけてなくて、とりあえず一回発酵させてみて、でそれをミキサーにかけてピュレにしたりいろいろ試しながら、その時の新鮮な旬の食材と組み合わせて、そのちょっと化学反応を楽しむようなイメージで作ってます。トウモロコシとか、やっぱ夏に食べるものみたいなイメージだと思うんですけど、それを発酵させることによって、例えば白子とかカニみたいな冬の風物詩みたいな食材と物理的に出会わないんですけど、それを一つのお皿の中に組み立てることができて、でそうすると時空を超えてというか、定番の組み合わせみたいなのとは全く違うプロセスで料理を考えることができて、それもすごい楽しくて、そういう発見も料理の醍醐味だなと思うので、それもあって発酵させたり、塩漬けさせたりみたいな、そういうのでやってますね。ミシェル・ブラスで修行した経験も実はでかくて、今東京でやってて、野菜ももちろん農家さんから直送でいただいたものだったりとか、素晴らしいものを使ってるんですけど、ミシェル・ブラスの時の本当に毎朝畑に行って、毎朝野菜取って、毎朝ハーブを摘んで、本当の朝どれというか、で、それを最高の状態というか、経験したからこそ、やっぱり東京でやるんだったら、その新鮮さを売りにしたくないというか、これが新鮮で取れたてですみたいな料理じゃなくて、江戸前寿司のようなイメージというか、しっかり手をかけて、だからお店で出すシグネチャーディッシュとして出しているエチベという野菜使った料理も、生野菜のサラダじゃなくて、しっかり火を入れて、発酵とか塩漬けして、その鮮度の良さっていうよりは、時間をかけたからこそ生まれた味わいに着目して今は料理を作ってます。白菜を乳酸発酵させてるもので、塩と水だけでつけて、包丁で刻んで、ちょっとバターで炒めたところに、今回のヒラメの料理なんで、そのヒラメから取った出汁、ちょっと加えて、でそれでこの白菜ごとミキサーにかけて作ったちょっとクリーミーなソースを今日はお魚に合わせていきます。付け合わせは今日はカブですね。あやめ雪カブという、本当に皮ごと食べてもすごい美味しいカブがあって、冬のヒラメに合わせてこの冬のカブ、ちょっと2種類の仕立てで、一つはローストしてこんがり焼いたものと、あとはスライスしてサラダ仕立てにしたものと、ちょっと2種類やっていきます。ちょっと薄すぎず、ちょっと厚すぎずの厚さにして、でさっと入れていきます。これがこの発酵させた白菜を使ったソースですね。少しオイルをして、炭火で3時間かけて焦がした柚子をこのグレーターで、最後ハーブアマランサスを乗せて完成です。植物性のものでソースを作ったりっていうのはすごい増えて、やっぱりフレンチってずっとやってると、魚介だったりお肉だったりの出汁をぐーっと煮詰めて味を乗せていくっていうのがすごくテクニックとして多いと思うんですけど、あんまり煮詰めて濃度を濃くしてっていうのをほとんど使ってなくて、発酵させることによって旨味ってもう十分出るので、香味野菜も使ってなければスパイスもハーブも使ってないみたいな、あんまりフランス料理の自分が修行してきたようなクラシックなソースの中ではあまりこういう作り方ってしないと思うんですけど、でも同じぐらい複雑なんですよね。同じぐらい余韻もすごく長かったりとか、で香りもすごく広がって重層的なソースが作れるんですけど、使ってる食材なんてもう4種類か5種類ぐらいのもので、そうするとやっぱり料理に軽さも出ますし、カブ食べた時に、ソースももちろん美味しいけど、カブ美味しいなこれみたいな
思ってもらえるなっていうのはすごい思って、こういうなんか植物性のものでソースを作るっていうのは結構その動物性のものと合わせるときは意識してますね。逆にまあ、ズッキーニとかナスとか野菜がメインの時とかは、お肉を発酵させて作るソースとかをちょっとこうハケで塗って、まあ照り焼きじゃないですけど、動物性の旨味をガツンとつけて作ってますね。冬が旬の白子でソースと、そこからこのカリフラワーを使った料理をちょっと作っていきます。白子はもう本当にシンプルにすごく新鮮なので、さっと火を入れていきます。缶ずり、上越地方の発酵調味料で、ピリッと辛みの効いた缶ずりを温泉卵と一緒に攪拌して作ったちょっともったりしたソースです。で、この上に白子ですね。こちらはオリーブオイルと、あとはちょっとロゼのバルサミコであえた本当に生のカリフラワーのスライスサラダですね。発酵させたトマト、乾燥させたやつと、あとティムールペッパーと呼ばれるネパール原産の胡椒で、今回ちょっと細かく、もともとそのミシェルブラス、僕が働いてたのは2014年から3年と少しなので、期間としてはすごく短いんですけど、それまで6年間東京のフレンチでとにかく技術を磨きたい、知識をつけたいなと思って仕事をしていて、でその修行する中で一通りのポジションをこうやらせてもらえて、一通りできるようになったなっていう感覚があって、でそこから先、じゃあどうやったらそれを自分らしい料理に作れるようになるんだろうというか、ミシェル・ブラスのガルグイユとかクーランみたいな、誰が見てもミシェル・ブラスさんの料理だなって思うし、そういう料理を作れるようになるにはどうすればいいんだろうと思って、そういうのが勉強できるところで修行しようと思って、あとは僕もすごく兵庫の田舎の出身なので、そういうローカルガストロノミーもめちゃくちゃ興味があって、すごく勉強したいなと思ってたので、やっぱりミシェル・ブラスなんか 90% 北海道の食材だけでコース料理作ってて、畑に行って天然というか野生の野草とか、キノコとかもなんか使ったりすると、季節の移ろいもすごく感じれて、すごくその料理以外のことをめちゃくちゃ考える時間になったし、組み合わせ方の発想とかも含めて、こうやって自分の料理って作られていくんだろうな、みたいなライフスタイルというか、ただキッチンにいるだけで思いついた料理じゃなくて、朝起きてから寝る瞬間まで全て含めて、なんかそのお皿の上にそれが出てるんだろうな、みたいなのはすごく感じて、これが個性ってことなんだろうなというか、でそれは感じましたね。やっぱりそういうスペシャリテって言われるものをこう吸収したいなっていう気持ちがあったので、ガルグイを作るポジション、フランス語で野菜って意味でレギュームっていうポジションで3年間そこでそのポジションをやらせてもらって、毎日形も違えば、味も違えば、本当にもう誰よりも3年間で野菜に触れたなって思っていて、ブロッコリーとかカブとか同じものでも、これ焼いた方が美味しいんじゃないかとか、で茹でた方がなんか水分ってこの野菜飛びやすいんだなとか、そういうのをすごいその3年間で学んで、で、当然今僕も作ってるエチベも、オマージュというかその時の経験で作ってはいて、今回5種類、ソースも季節のものを使ってて、今回の中だとやっぱりビーツ、あとは夏頃にたくさん取っておいたバジルとかもオイル漬けして置いといたものなんかもあるので、そういうのを使ったちょっとペーストなんか、いろんな味のソース使っていきます。基本的には野菜も蒸したり焼いたり揚げたり、煮たり、それぞれ適切な調理を施して、エチベっていうのはもうフランス語で蒸し煮という調理法の一つなんですけど、それをそのまま料理名にしてるみたいな感じで、その野菜それぞれも大体全部8割ぐらいまで事前に火を入れておいたもので、それを鍋に入れて、皮とか葉っぱとかで取った野菜の出汁を少し入れて、バターも少し入れて、そのままゆっくり加熱すると、野菜から出た水分が全部また野菜に戻っていくような、蒸すのと煮るのと同時にやって、混然一体となったイメージで作ってます。これも一年中お出ししてて、やっぱり今なんかだと冬の根菜が多い時期だったりもするんですが、なんか夏だとやっぱり夏野菜でちょっとグリルしたものが多くなったりとか、あと春なんかだとちょっと山菜が入ったりとか、いろんな季節で楽しんでいただけるメニューになっていると思います。米麹をちょっとローストして香りをつけた泡のソースですね。ミシェルブラスのガルグリなんかだと生ハムでこう動物性の旨味をぐっと引き立たせるんですけど、島民ではこの麹の力で野菜をこうより美味しく食べれるように工夫してます。